皆さん、こんにちは。イギリス人大学生のジェームズです。今日はですね、まずいイギリス料理シリーズの動画を久しぶりに作りたいなと思って、イギリス料理の Beans on Toast をご紹介したいと思います。この謎料理は多くの人にとってもうおなじみのものかもしれませんが、聞いたことがない方もきっといると思うので、どんな料理なのかというのを簡単に説明します。さて、アレンジのない簡単なビーンズオントーストの作り方は、食パンのトーストにバターをたっぷり塗って、その上にベークトビーンズをこんなにかけてもいいかというぐらいはみ出さんばかりに乗せるというだけの、シンプルな料理なんですね。この料理の主役のベークトビーンズなんですが、それが一体何なのか、私も調べるまではよくわかりませんでした。でも、そのビーンズ、つまり豆が調べてみたら白インゲン豆らしいですね。ただ、私と同じようにイギリス人は誰もこれを認識していないと思います。イギリスでは豆といえばこのベイクトビーンズですから、みんなこれをビーンズと言って何の豆なのかよく分かっていないと思います。でも、その白インゲン豆を甘さとスパイスが少しだけ効いたトマトソースで煮込んだものがベイクトビーンズですね。フルイングリッシュブレックファーストに登場するものなので、英国を訪れた人は一応食べたことがあるかもしれません。食べたことがない人にとっては少し想像しにくいかもしれませんが、他の多くのイギリス料理と同じように味がなんというか素朴なんですよね。味が薄いです。はい。でも、トーストによく合う味ではあります。イギリス料理の世の中の一般的な評価が、まずいという風にもうなっているので、ビーンズオントーストもたまにイギリスのまずい料理として紹介されます。でも、そんなの正直私はデマだと思っています。確かに、ビーンズオントーストって食べてうまいってなる類の料理ではありませんが、だからといってまずいというわけでもないんです。私の個人的な意見ではあるんですけど、食べて、普通に美味しいんですよね。という感じの料理だと思います。そして一つ言っておきたいことがあって、それがビーンズオントーストって決してグルメではありません。高級レストランやホテルでは絶対売っていませんし、イギリス人でもビーンズオントーストが料理の最高峰だと思っているわけではもちろんありません。ビーンズオントーストってすごく庶民的な、ちょっと悪い言い方かもしれませんが、貧乏家庭料理です。貧乏家庭料理ってとんでもない悪口かのように聞こえるかもしれませんが、そのつもりではありません。皮肉めいた褒め言葉だと思っていただけたらと思います。なぜなら、イギリス人がビーンズオントーストが好きな理由って、とにかくコスパがいいからだと私は思います。というのはですね、豆が入っているから栄養的で健康的だし、もう家にきっとあるような材料ばかりで5分で作れるから便利だし、材料が全部安いです。わかりやすく言うと、日本の料理に例えると、ビーンズオントーストってイギリスの納豆かけご飯のような存在です。でも、それが納豆かけご飯の悪口でもないんです。納豆や納豆かけご飯が実は結構好きですから。ビーンズオントーストをどれぐらい安く作れるかというと、ちょっと計算してみたんですが、一人分のビーンズオントーストって約30ペンスです。イギリスの物価高も円安もひどい現在でも61円なんですよ。だから、料理として多少つまらなくても、それは食べちゃいますよね。私の話が長すぎてごめんなさい。言いたいことがとにかく多すぎました。でも、もう
ビーンズオントーストを作ってみましょう。私が使う材料がこんな感じです。ハインズのベイクトビーンズ、サワドーのパン、バター、チェダーチーズ、ウェストシャソースとブラックペッパー。先ほど作り方を説明したとき、一番簡単な作り方を、紹介しました。でも、今日の動画では少しアレンジしてみたビーンズオントーストをちょっとうまくするための作り方を皆さんに紹介したいと思います。私はパンにちょっとこだわっていて、少し高めのサワードーパンを買ってみました。言っても2ポンドぐらいだったんですけどね。普通の食パンでも全然大丈夫です。あと私は節約意識が高くて、普通はブランド品のあんまり買わないんですけど、今日の動画のために特別にハインズのベイクビーンズを買ってみました。まずパンにバターをたっぷり塗ります。たくさんのバターが体に良くないのはわかりますが、たっぷり塗るのがうまくするためのコツです。そしてその上にチェダーチーズを乗せます。私はベイクトビーンズをコンロで温めますが、レンジでもできます。でもコツとしては煮ない方がいいらしいです。ビーンズが熱くなったらチーズの上にビーンズをきれいに乗せます。そして仕上がりにブラックペッパーとウェストシャソースをちょっとかけます。さて、食べてみたいと思います。ウェストソースのすごく効いたいい匂いがします。そして意外と美味しそうじゃないですか。私だけですかね。ちょっと無理して質のいいパンとか買ったので、いい感じになってると思いますが、皆さんを見てどう思いますか？正直言って実は私はビーンズオントーストを大人になってからはあんまり食べていないんですね。別に嫌いってわけじゃないんですけど、好きでもないんですし、嫌いでもないっていうような感じで、日本から帰ってきてからは一度も食べていなくて、もう1年間半以上ぶりなんです。でもこうやって久しぶりに作ってみると、懐かしい甘い風味があって、すごく食べたくなってきました。だから早速食べてみます。うん。やっぱりちゃんと美味しいですね。うん、いや、ちょっと嬉しくなるぐらい、意外と美味しくて、自分でもこんなに美味しいと思わなかったですね。このちょっと高めのサワドーパンがビーンズオントーストにとても合います。外の方がまだ少しカリカリで、中の方がベイクトビーンズの厚さでしっとりしていて、食感が最高です。いやー、少し高めのパンの買ってよかったなーと思っています。貧乏家庭料理のベイクトビーンズでも結構うまくなれますよ。やっぱりこのパンのおかげでほんの少しだけ高級感が出ます。そしてビーンズとトーストの間に隠されたバターとチーズの層があって、しっかりと味が効いています。ハインズのベイクトビーンズとノンブランドのビーンズの違いに関しては久しぶりに食べているので正直わかりません。でもこのビーンズオントーストは寒い朝や疲れて帰ってきた夜に食べると、良くも悪くもイギリスにいるんだなと心から感じる料理なんですね。ビーンズオントーストはよく子供の時に食べていたので、イギリス人の私にとってホッとするような懐かしい味なんですが、皆さんが食べたらどう感じるだろうね。実際食べたことがある人がいたらとても気になるので、ぜひ食べた時の感想、どう思ったのか教えてください。ビーンズオントーストの歴史に少し触れたいと思うんですが、この動画でビーンズオントーストがイギリス料理であると何回も言ってるんですが、実はそれには議論があります。なぜなら缶詰のベイクトビーンズはイギリス発祥ではないからです。
アメリカの企業のハインズがイギリスに持ち込んだものです。そして諸説ありますが、持ち込んだ後、ベイクトビーンズを使ったビーンズオントーストが20世紀初頭にイギリスで誕生しました。誕生した後、1920年代の積極的なマーケティングによって人気が急上昇し、第二次世界大戦中にも再びブームとなりました。その手頃な価格、手軽さ、そして缶詰の豆が配給制度の対象外であったことから、私が言う貧乏家庭料理として定着したのです。イギリスにいてまだビーンズオントーストを食べたことがない人がいたら、一回は文化体験として食べてみてもいいかもしれませんね。今日はイギリスの庶民飯、ビーンズオントーストを作ってみました。正直見た目は100点じゃないけど、味は意外と悪くないですね。でも皆さんはどう思いましたか？食べてみたい人っていますかね？まあ、いたらちょっと嬉しいんですけど、こんな料理だから食べたくない、まずそうと思ったのなら、まあ、しょうがないかなと思います。あと、実際食べたことがある人がいたら、どう思ったのかが気になります。ぜひコメント欄で教えてください。この動画が面白かったら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして他の動画も見てみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。